間の最も深い本能と資本主義の影が交差する場所。それが生産業です。人類の歴史上、一度として消えたことのないこの巨大市場は、現代においてどのような姿で生き残り、経済にどのような影響を与えているのでしょうか。禁断の数字の真実を経済的な視点から紐解いていきましょう。人類の歴史を紐解くと、生産業は単なる個人的な行為ではありませんでした。実は国家レベルで管理されるれっきとしたビジネスだったんです。例えば古代ローマや私たち日本の江戸時代にあった遊郭を想像してみてください。国はこれを交渉制として公認し、税金をしっかり徴収していました。まるで現代の企業が税金を納めるのと同じように、生産業から国の財源を確保していたんですね。さらに、これは男性の労働力を管理したり、社会の秩序を保つための一つの仕組みとしても機能していました。道徳的な善悪の判断以前に、経済的なコントロールの道具として、非常に重要な役割を担っていたんです。この動画を通して、私たちは生産業を単なる道徳的な問題ではなく、経済、人権、社会の仕組みが絡み合った複雑な現実として理解できるようになります。隠された経済の真実を知り、これからの社会でどう向き合うべきか考えるきっかけになるでしょう。時代が進み、産業革命が起こると、社会は大きく変わりました。人々が地方から都市へ集中する都市化が進むと、生産業もまたその姿を変えて巨大なビジネスへと発展していったんです。貧しい女性たちにとっては、これはまさに生き残るための最後の手段でした。一方で、お金持ちの資本家たちから見れば、この市場は莫大な富を生み出す金鉱のようなもの。個人の取引だったものが、ホテルやバー、レストランといった周りの産業と結びつき、宿泊、お酒、娯楽が一体となった、まるで現代の複合サービス業のような形へと変貌していきました。まさに資本主義の波がこの古い産業を新たなステージへと押し上げたわけです。現代の国々はこの生産業にどう向き合っているのでしょうか。実は大きく分けて3つの異なるやり方があります。一つ目はドイツやオランダのように合法化している国です。ここでは性労働者を一人の個人事業主として認め、税金を徴収し、福利厚生も提供しています。まるで他の仕事と同じように、業界をオープンにすることで犯罪を減らそうとしているんですね。二つ目は、北欧モデルと呼ばれるものです。これは、性サービスを提供する側は罰せず、お金を払う側、つまり買う人だけを罰します。これは、需要をなくすことで、産業そのものを消滅させようという戦略です。そして三つ目は、日本、韓国やアメリカのように、不法化している国々です。法律では原則禁止されていますが、実際には巨大な地下経済が生まれてしまい、かえって管理が難しくなるという側面もあります。このように国によって対応は全く違うんです。では、なぜこれほどまでに国が規制しようとしても、この産業は消えることがないのでしょうか。それは、人間の本能的な欲求と経済的な利益という二つの大きな力ががっちり手を組んでいるからです。私たちの社会に所得の格差がある限り、サービスを提供する側の供給が途切れることはありません。お金が必要な人がいる限り、供給は続くというわけです。さらに、最近ではテクノロジーの進化もこの流れを加速させています。SNS やマッチングアプリといった新しいツールが次々と登場し、まるで規制の網の目をすり抜けるように、新たな取引の場を生み出しているんです。まさに、需要と供給の法則がどんな規制をも乗り越えてしまうという現実がそこにはあります。私たち日本には少し独特な事情がありますよね。1958年に売春防止法が施行されて以来、表向きは性的な売買は禁止されています。でも、皆さんもご存知のように、実際には様々な形でこの業界が存在し続けています。そのキーワードは、法の抜け穴なんです。直接的な性行為、いわゆる本番ではないという建前のもと、様々なサービスが生まれました。ファッションヘルスやデリバリーヘルス、あるいはソープランドといった業態が発達したのは、この法の解釈の曖昧さを巧みに利用しているからです。まるで自由恋愛の延長線上にあるかのような論理や、法律のグレーゾーンを使うことで、
禁止されているはずなのに、巨大な市場が維持されているのが日本の現状なんですね。さて、これまで見てきたように、隠れた形で存在する生産業ですが、実は私たちの経済に想像以上に大きな影響を与えています。まるで高いところから落ちた水が周りを潤すように、この産業は多くの関連ビジネスに波及効果をもたらしているんです。具体的に言うと、お店の場所を提供する不動産から、働く人の身だしなみを整える美容やファッション、お酒を提供する酒類販売、そしてお客さんを送迎する運送に至るまで、本当に幅広い業界が恩恵を受けています。特に日本の場合、水商売と呼ばれるこの種の遊興産業の規模は、なんと日本の GDP の一部を占めるほど巨大だと言われることもあるんです。これは地域の経済を活性化させたり、雇用を維持するという名目で、ある意味社会の中で黙認されている側面もあるという複雑な現実を示しています。一方で、生産業にはちょっと皮肉な言い方になりますが、社会の安全弁のような役割があると指摘する専門家もいます。一部の経済学者や社会学者の中には、この産業が社会で孤立しがちな人々の孤独感を和らげたり、あるいは性犯罪の発生を抑えるはけ口になっているという見方もあるんです。さらに、公的な支援が行き届かないような弱い立場の人々にとって、この仕事はすぐに現金収入を得られる、最後の命綱になっているという側面もあります。つまり、経済的な生存権と深く関わっているという非常に複雑な問題を抱えているんですね。単純に悪いものと片付けられない、社会の裏側の機能があるということなんです。生産業を単なる道徳的堕落と決めつける段階はもう終わったと言えるでしょう。この動画を通して私たちはこの巨大な市場が人間の本能、経済、そして社会の構造と深く結びついていることを理解できたはずです。今考えるべきは、そこで働く人々の安全や人権をどう守るのか、そして膨大な地下経済の資金をどうやって透明化し管理していくのか。さらに私たち日本社会が目指す共生の中に彼らをどう組み入れていくのかという具体的な問いです。結局、生産業は私たちの社会が抱える経済的な格差や人間阻害を映し出す鏡。ただ禁止したり罰するだけでなく、現実的な管理方法と働く人々を支える社会的なセーフティーネットをどう築くか。そんな現実的な視点が今何よりも求められているのです。